今日は Air2S と Mini 3 Pro の比較やっていくぜ。皆さんこんにちは、大川祐介です。先日ね、Mini 3 Pro の作品とレビュー見ていただきありがとうございます。本当にね、いろんな方に見ていただき、いろんなコメントいただき、本当に嬉しいです。で、すぐね、法律面に関する質問が一番多かったので、ポッドキャストで行政書士の方と対談させていただき、もうそれもすごいいろんな方に見られてるんですけれども、その次にね、やっぱ質問として多かったのは、このね、DJI の Air2S と Mini 3 Pro どっち買えばいいんだっていうね、確かに、僕は気にしていなかったんですけれども、言われてみれば、スペックもね、比較的近いし、価格も近いし、どちらもコンパクトに綺麗な映像を撮れるっていう観点では、結構近しい存在ではあると思うんですよね。なので、僕からすると、正直ね、Air2Sって言いたいところなんだけど、正直持ち歩くのは多分 Mini 3 Pro だなと思っていて、動画クリエイター視点で、2つともね、正式にプロモーションさせていただいているし、たくさん使ってきたので、それを皆さんに分かりやすく、スペックを見ながら、お伝えして、で、正直結論から言うと、やっぱ、どういう表現をしたいかによって、期待って変わってくるんですよね。なので最終は皆さんが選択していただけたらなと思っております。はい。で、皆さんがね、結局どっちがいいのかっていうのはね、ちょっともしよければコメントとかいただけたらなと思っています。まず最初にですね、この重量はですね、これ明確に違いがあります。ミニ3 Pro に関しては 249g、もう超軽いです。で、Air2S はですね、595g なので、もう約2倍の重さの違いがあるんですね。ミニ3 Pro の方が圧倒的にコンパクトに、軽量に、山登りとかするときにも問題ないぐらい、軽い重量になっています。次にですね、カメラセンサーサイズになっています。これすごく大事ですね。センサーサイズはやっぱり映像表現においては心臓部分といっても過言ではないので、その比較に関しては Air2S は1インチセンサーなんですね。これ1インチセンサーって超嬉しいですよ。個人的には最初出た時はめっちゃ嬉しかった。だって当時は DJI の Mavic 2 Pro しか1インチセンサーなかったんで、Air2S は本当にコンパクトにめちゃめちゃ綺麗な映像を撮るっていう観点では本当に優れた機体になっていたと思います。で、新しくね出た Mini 3 Pro に関しては 1.3 分の1インチセンサーなので、センサーサイズはさすがに Air2S の方が、高いと。で、かつログ撮影できるんですね。Mini 3 Pro はログ収録、ログ撮影できないので、カラーグレーディングのこの幅みたいなものは根本的に違いますと。だからもうこの時点で、ミニ3 Pro っていうのはコンパクトにカジュアルに撮影したい方にはおすすめだし、ちょっとね、映像制作、映像表現をアップデートしたいっていう方は、Air2S だなって、もうこの時点でちゃんとターゲットが違うというか、やっぱね、本当にね、製品を出す上でいろんな研究をしてきたね、DJI さん本当にすごいんですけれども、明らかにこれ違いますよね。で、F 値に関してはミニ3 Pro は 1.7。そして Air2S は 2.8 になっています。で、ドローン撮影において正直 F 値とかってあんまり気にしたことないですね。Mavic 3 シネ、ここにあるんだけれども、これとかは F 値の調整が容易にできると。だから明るさ調整とかが簡易にできたりとか、そういう魅力はあったりするんだけど、あんまり気にしたことはないです、ぶっちゃけ。次にですね、解像度とフレームレート。これすごく動画撮影においては大事です。ミニ3 Pro は 4K の 60fps の収録が可能になります。で、4K の 30fps の HDR 撮影。そして Air2S に関しては 5.4K の 30fps なんですね。で、5.4K で、スローモーションは撮れないんだけど何がいいかって、だいたい出力って 4K で僕編集したりするんですね。で、5.4K だと多少クロップできたりとか、より解像感があったりとか、そういう魅力があるんだけれども、個人的には 5.4K もいらんって感じです。はい。もう 4K で撮れればいい。地上絵だったらクロップするシーンって結構あるんだけれども、ドローン撮影においてクロップしなきゃいけないシーンってあんまないんですよね。なので 5.4K はあんまり僕はいらなくて、4K の 60fps、両方あるんですけれども、これで僕は十分だなと思っています。はい。で、ドローンを飛ばす上でね、これ軽視されてはいないと思うんだけれども、めちゃめちゃ重要なのは、最大飛行時間。はい。最大飛行時間がどのぐらいかっていうと、これね、面白くて、ミニ3 Pro は34分になっています。で、これスタンダードの状態ですね。で、プラスバッテリー、拡張すると47分も撮影ができるんですね。
これが本当に大きいと思っていて、一方で Air 2S に関しては31分なんですね。なので、重量とかの差があるんだけれども、飛行時間は全然ミニ3 Pro の方が、スタンダード時においても高いと。なので、これ一つ持っとけば、ミニ3 Pro で拡張すれば、もうこれ一機だけでコンパクトに持ち歩けるっていう、そこもね、理にかなっていますよね。次にですね、最大飛行速度になります。結構ドローンを飛ばしてて、飛行速度って重要じゃないかと思うんですが、結構ね、この空中になってくると、障害物がないから臨場感って現れにくいんですよ。なので、空中でどれだけ速度が出せるかによって、映像表現も変わってくるんだけれども、なので、ここに関して言うと、Air 2S の方が、速度は出ますね。スポーツモードの時とか、ノーマルモード時でも全然違いますと。で、シネマティックモードのみだけミニ3 Pro の方が速いっていう、ちょっとよくわかんないけれども、ここに関しては一応 Air 2S の方がもちろん大きいし、パワフルなので、速度が出るっていうのは、理解できますね。で、次にね、耐風性ですね。で、耐風性は、風の強さになってます。これは、一応ね、ウェブ調べなんですけれども、両方とも同じになってます。結構ミニ3 Pro って風弱いんじゃないのっていう方いたんですけれども、僕をね、風結構強い海辺とかで撮影したんだけれども、全然余裕だったです。余裕っていうよりかは、普通に飛ばせたから、Air 2S も作品撮ってて、あんまり風強い時なかったけれども、この2つはあんまり差ないんじゃないかなって、肌感でも感じるので、そこは気にしなくて良いと思います。次にですね、最大送信範囲。このコントローラーで操縦するときに、障害物があったときに、電波がなんか弱くなって、機体がなくなってしまうみたいな懸念ですね。で、ミニ3 Pro を操縦していて、結構ね、遠く行ったりとか、攻めたりしたときに、切れたりするシーンがあったんですよ。で、それちょっとびっくりしますよね。いつもこのね、Mavic 3シネとかを飛ばしてるので、これで障害物が入ったとて、あんまり信号がなくなることなかったんだけど、ミニ3 Pro はやっぱりありましたよ、その分。一応ウェブ調べによると2つともこの送信距離に関しては違いがないので、同じぐらいの安心感で操縦することができます。で、障害物回避に関してはこれ2つ違いがありまして、ミニ3 Pro はですね、前方向と後方向と下、この3つになってます。で、Air 2S に関しては、これにプラス上方向までついているので、初心者の方が飛ばした時に事故らない確率が高いのは、Air 2S になってます。僕はですね、障害物探知を使ったことないので、気にしたことがないです。安全に飛ばしたい方ってのは、障害物探知オンにしてくださいね。攻めるときだけオフです。はい。次にですね、インテリジェント撮影モードですね。ミニ3 Pro は驚くべき機能がね、搭載されました。バーティカルモードですね。縦撮影ができます。はい。縦撮影、ドローンに使うかっていうとわからんけど、縦撮影ができると。で、その他に関してはもうすべて同じハイパーラップスとかアクティブトラックとか全部使えます。で、これね、すべてスペックを今こうやってバーっとお話した上で価格大事だね。さっきのバッテリーの話もそうだけれども、価格に結構ね、依存するというか、最終価格で決めるよね。なので、これどっちかっていうと、一つずついきますね。これ DJI のまずミニ3 Pro の、普通の従来の送信機がついてる状態。と、Air 2S 従来の同じ、パッケージで比較すると、DJI のミニ3 Pro は10万と6700円になっています。一方で、この DJI の Air 2S に関しては11万9900円になります。だから、同じパッケージで、機体だけ違うっていうパターンだと、1万円ぐらいの差があるってことですね。で、価格めっちゃ近いんですよね。で、これちょっと判断するのめっちゃむずいなと思っていて、で、ミニ3 Pro のこの RC、これめっちゃ重要なんですよ。なんでかっていうと、やっぱスマートフォンって日常使いしたり撮影してる時に友達と電話しながら、ちょっと指示したりとか、いろんなシーンで使うんですよ、スマートフォンって。充電なくなることも多いし。だから、それをドローンの機体に接続するってちょっとリスクがあって、単体でしっかり別で分かれてるってめっちゃ重要だと思ってるんですね。しかもスマートフォンで見るよりもクリア。ちゃんとプレビューがめっちゃしやすいから DJI の RC は必ずつけてほしいと思っています。で言うと、DJI のミニ3 Pro RC をつけると11万9900円になるので、Air 2S と、そこまで、変わらん価格になってきますね。
で、まあね、この価格差って正直ね、ロジックで説明するの難しい。これに関してはもう正直結論、もう最後話しますよ。これ全部スペック等を話した上で、どういう方にミニ3 Pro おすすめか、Air 2S おすすめか、お話したいなと思っています。僕は結論から言うと、どっち持っていくかで言うとミニ3 Pro 持っていくんですよ。これはちょっと贅沢なんだけれども、僕従来のその撮影って Mavic 3 Cine を使っているんですね。で、映像を綺麗に撮影するっていう感じだと Mavic 3 Cine を使うんですよ。基本的には。で、じゃあ別の Mavic 3 Cine ではできない表現って何かっていうと、攻めた映像表現なんですよ。狭いとこ通るとかね。やっぱこのサイズ感になってくると狭いとこも通れないんですよ。危険ですよね。けどミニ3 Pro はほら、めっちゃコンパクトなんですよ。だからこれで、ミニ3 Pro で攻めるとか、Mavic 3 Cine で綺麗な映像を撮るみたいな別の用途があるから、こっちを僕は持っていくっていう風にしてるんですね。逆に3 Cine とこの Air 2S を両方とも持っていくって、やっぱないですと。だから僕のスタンス的にはミニ3 Pro を持っていくんだけれども、やっぱりまだね、誰もドローンを持っていなくて、これから映像表現始めていきたいよっていう方が、どっちから買うべきかで言うと、皆さんが仮に初めてドローンを飛ばすと。正直映像表現とかあんまり気になってない。とりあえず飛ばせればいいっていう方はミニ3 Pro を買うことをお勧めします。やっぱコンパクトだし、あとはログ撮影とか変なね、映像表現にこだわるポイントがないので、そこはミニ3 Pro を買うべきだと。でも、その1インチセンサーでログ収録もできて、カラーグレーリングとか挑戦したいっていう、ちょっと映像制作本格的にやっていきたいよっていう方は、この Air 2S を僕は買うべきなんじゃないかなと思っています。もうこれが僕の結論。はい。以上です。